日本に来た外国人観光客が思わず声を上げてしまう瞬間、それは浅草でも京都でも銀座でもありません。実はドラッグストアや100円ショップ、文房具売り場なんです。これ普通に使っていいの？なんでこんなに丁寧なの？そんな驚きの声が毎日のように聞こえてきます。日本人にとっては当たり前すぎる日用品に大興奮しているわけですね。なぜ日本の日常はここまで刺さるのか。この動画は外国人が本気で喜んだ日本土産を理由と具体例で説明していきます。日用雑貨、お菓子、ドラッグ類、キャラグッズ、お酒ですね。まず一つ目、日本の日用雑貨です。日本の雑貨は静かな変態的完成度に驚かれてるんです。外国人に日本の雑貨を渡すと、ほぼ必ず言われるのがこの一言なんですよ。これ、日用品だよね。海外では基本的に日用品は消耗品、雑に使うもの、みたいな感覚の方が多いと思っています。壊れたら買い替える。音や感触まで気にする文化はほとんどないと思うんですね。一方、日本はもう職人技、オタク気質ありますよね。ボールペン1本、ノート1本、爪切り1本、職人技があるわけです。例えば文房具。消せるペンはインクの濃さと摩擦まで計算され、超薄いノートはめくる音がうるさくならない厚みに調節されているかな？わかんないです。そうかもしれないです。で、外国人はこういうなんか細かさを見てると感動するんですよ。なぜここまでの文房具、たった100円しかしないものに情熱を注ぐのかと。さらに強いのがですね、爪切りとか、耳かき、手抜きみたいなものなんですけども、一度使わせるとこれ一生使えるという風になるんですよね。切れ味とか痛くならない角度とか、金属の重みとか、派手さゼロなのに完成度高いんですよ。実際ですよ。僕、5歳頃の時に家族旅行で下関に行きました。ちょっと覚えてないんですけれども、覚えてる中の一つが、爪切り1個買ったらもう永遠に使うから、その爪切り会社がもう破産に行ってたと。だからその住民たちがお金集めて、その会社を助けたって話だったんですけども、その時嘘だなって思ってたんですけども、今考えてみると、それ今まで20年近く使ってるわけなんですね。こういうものなんだと。1000円のもの買ってもう一生使うものなんだと思いましたね。二つ目、日本限定のお菓子です。これですね、味ではなく体験を持ち帰れるんですね。海外ではお菓子は基本的に甘くて安いエネルギー源です。ところが日本違うと思うんですね。地域限定、季節限定、コラボ限定みたいな構造が異常レベルで存在するんですね。で、食べ物でありながらストーリーを持っている商品なんですと。代用例が、キットキャットですよね。日本では抹茶、ほうじ茶、桜、日本酒みたいないろんな味があるというふうに思っております。これ見た人からすると、なぜチョコは甘いはずなのに、なんか苦くてみたいな感じになるのかみたいな感じになったりとか、たったのチョコレートなのに、そこらになんか桜の味ってそもそも何なのみたいな。日本でしか成立しない感覚を体験するかもしれません。他で言うと、白い恋人とか東京バナナみたいなものありますよね。正直ですね、このチョコレートっていう味で見れば、他の国でも売ってるじゃないですか。でも、こういったお土産類って、基本なんか空港とか日本でしか買えれない、この旅の終わりに持つ日本の記憶としての装置として機能するんですね。さらにですね、僕大好きなんですけども、博多通りものような地方限定スナックあるじゃないですか。こういうのを渡すと説明始まるんですね。これはね、九州で行ってね、九州で有名だったお菓子なんだけどね、日本人はこういう時に渡してるんだって、みたいな形で、海外の起点にもなるっていう、こういったストーリー性っていうのが、もう大好きになってると思います。三つ目はですね、ドラッグ類です。医薬とか衛生緩和周りのものなんですけれども、品質が高いわけですね。で、外国の方ですね、ドラッグストアに連れて行くと、効き目とか、この安心感のあるものを買って自国に持って帰るっていうところがあるんですね。韓国人の場合ですと反応が大きいのが湿布とか冷却シートです。肩とか膝に貼った瞬間、もう効いてるみたいな声が出るんですよ。で、こういうのってスポーツやってる人たちにはもうたまらないですよね。サッカーとかランニングとかジムとか、特にもう僕もちょっと年取ってきてるんですけども、どんどんなんかこの関節周り大変なんじゃないですか。そういう時にこういうの一つ持っていると、疲労の管理の仕方全然違うんですよね。で、おそらくなんですけど、こういった湿布系のものって、海外の他の国だと珍しいような気がしていて、もう日本でしか買えないものみたいになってる場合もあると思います。で、他で言うと目薬ありますよね。これも爽やかな目薬入れると目が生き返ったような感覚になったり、もう清涼感、刺激、持続時間みたいな
こういったものが日本らしい安全で、高品質として、成り立つわけですよね。こういったことを買って持ち帰るわけです。でも、のど飴とかビタミン C、薬なのかみたいな。こういったものも信頼性って結構大事じゃないですか。薬作る工程になんか間違ったものが入ってしまうと、それで生命にかかったりもするじゃないですか。だからそのようなところでの安全安心感っていうのは大事だと思います。4つ目ですね、キャラクターグッズです。もう子供向けの時代は終わってるかなと思っていて、これを文化遺産としても、日本これからも頑張っていけば持っていけると思ってるんですよね。これもね、昔だったらもうキャラクター、もう可愛い、綺麗だから買ってる人多かったと思うんですけれども、もちろんそれで人生のどこかに、記憶が引き継がれている、紐づいてるっていう感覚もあると思うんですけれども、なんかもう今の時代だとそういったなんか10代、5歳だけじゃなくて、20歳、30歳っていうところも、そういったキャラクターアニメっていうところ好きな人多いと思うんですよね。例えばですよ、任天堂だと海外でも任天堂でゲームするじゃないですか。だからそのマリオとかゼルダを見た瞬間、これ楽しくやってたわーとか、スーパーマリオとかなんか小さい頃になんかたくさん楽しんでたわーみたいな。これはもうキャラクターを超えて、人生のワンシーンとして、ああ、そういう時は楽しかったな、みたいな。だからもう T シャツとか、マグカップ程度でも、もう驚くほど喜ばれる場合があります。ポケモンとか万能ですよね。欧米、アジア、男女、世代、方々問わなくて、もうみんな知ってますよね。だって多分皆さんのどっかの小さい頃にポケモンとの思い出が通過してる時期があったかもしれません。カードを集めたりとか、アニメ見たりとか、ゲームしたりとか、これが共有されているんですよね。で韓国ね、最近この若者に刺さってるのが、例えばスラムダンクみたいなもので、バスケをやっていなくても青春っぽいなーみたいな感じで認識されている。最近は呪術回転とか、チェーンソーマンみたいな作品ももう10代、20代に対して人気なんですね。ただこういったお土産は、このキャラ興味ない人がもらったらどうすればいいのってなるから、その人が何が好きかっていうのは知っておくと大事ですね。で最後、日本のお酒ですね。5番目ですね。これ工芸品かもしれないですね。外国人に日本のお酒を渡すと、このような反応が返ってくることがあると思うんですね。いきなり驚くのではなくて、なんかラベルとか香りとか味を見て、それを匂ったり、飲んでからびっくりする場合もあると思います。日本のお酒ってなんか強さとか量とか、そういった軸ではないというふうに思ってるんですよね。この幅広さとか、米、水、どのような背景を持っているのか、そういった設計が使われているんじゃないかなというふうに思います。海外のお酒文化を見ると、もちろん国によって違うと思うんですけれども、度数とかサイズとか分かりやすさっていうのが中心になってると思うんですよね。そのラベリングとか酒の種類。日本は結構いろんな軸あると思っていて、例えば日本酒はもう香りとか味はとか飲み方はとか、さらに見ると梅酒、柚子酒、ほろ酔いみたいなのもあったりとか、ビールの中でも発泡酒とかもアルコールフリーだったりとか。で、山崎ってわかります？これはですね、ウイスキー界隈ではめちゃくちゃ有名で、なんかこれ好きな人はもう日本旅行来た時に必ず1本ずつ買って帰るみたい。このたまらない人もいるわけですね。っていうのが、日本のお酒の魅力なのかなというふうに思います。ちなみに僕は日本に来た時、このほろ酔いのお酒、これめちゃめちゃ面白くて、美味しくて、愛用していました。お酒って甘くてもいいんだなって思ったんですね。で、今までの話って、別に特別な日本じゃないですよね。観光地でもなんか世界遺産の云々の話でもないです。日本人が当たり前すぎて意識していない日常そのものが、他の国の人からしたら宝物に見えてしまう場合もあるんです。僕もそうでした。高価さでもなく派手さでもなく丁寧に作られて、静かに考え抜かれた日本の暮らしの延長線なのかもしれません。これから皆さん、ドラッグストアとか文房具売り場でいつもとは違う目線で見つめていただけたらと思います。よかったら他の動画も見てください。以上、パクンでした。アンニョン。